手前のちょっとシャローを少し新編でやって、で沖のブレイクまで次ちょっとスプーンをなんとか投げてみてって感じかな。手前のシャローのフィーディングに上がってきてる魚がいれば食ってくれるし、なんかちょっと今触った感があったな。ちょっと新編だと反応ないのでスプーンに変えます。大きいね。もじってるのかな。今度はスプーンで一応表層上っ面から少しずつカウントダウンしてスプーンを巻いていきます。これでちょっと何とかして何もないようであればちょっとボトムの釣りに移行していこうかなって思います。ちょっとダメなんで、レイク狙いでボトムにします。香料がまだ足りないのか。よいしょ。レッド S 字、パールホワイトに、赤が入る。でちょっとなんて言ったらいいんだろうな、まだ朝日も出てないしちょっと香料が少ないんで少し膨張色、膨張色で魚のアピールしてあげたいなっていう。ウェイトは変えずに 23g のまんま、今度は蛍光が強い色でなおかつ裏が黒、シルエットをはっきりさせる。これ今左から太陽が上がってきて香料が入ってくる。さっきの白で膨張色じゃなく今度は黒と黄色のコントラストはっきりした明滅で回すことによって魚にアピール。じゃあ着底して、ダブルフリップそしたら12121212121345、これがワンセットで、これで着底を待つ。テンションフォールで着底を待ちます。はい、着底しました。そしたらまたダブルフリップ。今度はロッドの角度をちょっとだけ高くして12312121213456789、これが2節目。はい、着底しました。ダブルフリップ。まずこの角度121212121345で、これで着底待ちます。この時にバイトが来るのが一番多いんですけど、はい、着底しました。ダブルフリップ。今度はこの角度123121213456789で、これで着底を待っ
ってもいいけど、僕はここのポイントだったら待たないで、もうこれで回収も例えば1234512123451これを繰り返すことによって手前のブレークにいるかもしれない、例えばブラウンとか、あとは回遊してきてるレインボーとかが、反応してくる時もあります。なんで最後まで気を緩めずに巻いてきた方がいいと思います。ただ手前攻めすぎちゃうとやっぱりルアーロストね、いくら浮力があるラインでもどんどん手前に来れば浮力を失ってきて、角度がどんどん入水角が入ってきちゃうんで、そうすると根がかりになっちゃうんで、極力2セットぐらいでやめた方がいいと思います。今度はちょっと一気にワカサギ、フォロにしようかな。ちょっとまだ光量少ないかな。ってことはまたパール系膨張色だけど、今度はナチュラルにワカサギから、パール系ワカサギから。裏はどんな感じ？裏シルバー。よかったね。でもね、なるべく一定に、ゆっくり、そうすることによって魚が深いところから上がってくるのにダメージをなるべく減らして、そんな大きくはないけど、はい、釣れました。朝から、まだ朝なんだけどね、セット目が225、2セット目339です。でルアーの弾道を上に上げていくようなイメージでやったんですけど、ちょっと当たりがなかったんで、途中からルアーのウエイトちょっと 23g 重たいやつに変えて、だけど重たいやつに変えるんだけどラインに浮力があるので沈下速度は普通の PE ラインよりか遅くなる。で今度はそこから50センチぐらい、パターンで言ったら113って軽く上げるだけで、なおかつその間に少しシェイクを入れてあげてルアーを横に動かすようなイメージでストップさせてスライドの時に当たりが出ました。あんまりルアーが浮かないように、ルアー自体で浮かせないようにして、なおかつラインで沈むのをブレーキかけてやるような、そんなイメージで今のこの魚を釣れました。一応こんな感じかな。よいしょ。握手もできるしね。握手。冷たい。冷たいだろ。めっちゃ冷たい。冷たいだろ。いきます。はい、バイバイ。ありがとう。
さっきの MT の釣りは浮かせの釣りだけど、今度のそのノア G のデジ巻きはボトムを要は這わせるような感じ。甲殻類とか、あとはヨシノボリを食べてる魚を今狙ってる状況です。やってしまった。食い損ねた。ね、早く合わしちゃった。うわ、ごめんなさい。そこにいたからブーって見てて、その先に投げてビューって来てルアーパーって沈めたらうーっていってグッてきたからって出したらでいっちゃった。何分の1回転みたい臨機応変、基本にするのは、例えば沖のフラット引いてくるんであれば3分の1回転で、例えばバンクに入ってブレークにちょっと差し掛かったりなんだりしたら4分の1回転ちょっと小刻みにするが僕の中では結構基本になってるかな。あとはその時の状況によっていっぱい浮かせた方がいい時もあるし、この細かく刻んでルアーを地を這うような感じにした方がいい時もあるし、それはちょっとその時によって、いろいろ変えてはいますね。けど基本はだから4分の1、3分の1回転4分の1回転を基本にはして一応やってます。ちょっとルアー交換します。ノーザンシュリンプ。違うな。なんとなく光を嫌がってるような気もしないでもないんだよな。プロトカラー、仮の名前焼き栗2。下界だと台風が来るとき気圧が下がるから魚が浮きやすくなるけど、もともとここ気圧が低いから、低いところに気圧がもっと低くなるってことは魚が動きづらくなる。気圧が高くなるときに魚が浮きやすくなるじゃん。だからここで言うと西風の時によく釣れるのね。西風の時はだいたい気圧が上がってるから、その時に魚の行動が結構明確に出てくる。追い食いしてこないね。今小さい当たりあったけど、でもまあ魚はいるんだろうね。触りはあったからさ。今ノア G です。ただこっちのシャローでもそれでもちょっと深いかもしんない。もうちょっと浅いところのがいいのかな。これで11メーターぐらい入っちゃってると思うんだよな。ちょっと深いですね。できれば8メーターぐらいがいい。8メーターぐらいのところにバンクがあるか、障害物ちっちゃいのがあるか、その手前にフラットなテーブルがあるか。よっしゃー。ああ、大丈夫かな。ラインが入ってる、そこに。ああ、巻いちゃったんだ。
ごめん、外した。バラしたから交換する。なんか俺の中でその例えばバラしたり当たりが取れなかったりしたらもう 99% 針を交換する。例えばここに立ててみて残ってても交換する。気持ちの問題。俺メンタル弱いから食うかもよ。ダメか。食うならここだろ。ダメか。ダメだ。くそー。ちょっといるかもしれない。すぐルアー色変える。うん、変える。俺は変える。すぐ投げて食うかもしれないけど、こんだけ人が入ってるからやっぱり結構プレッシャーが入ってると思うんで、どっちが正解か分かんないけど。ない。だってずっと縦方向の動きになっちゃうじゃん、深すぎると。そうするとやっぱりルアーが頭がこういう状態でルアーがこういうふうな動きをするようなイメージでやってるんだけど、それがこうなっちゃうじゃん。そうするとこうならないじゃん。こうなっちゃうじゃん。だからある程度フラットの状態でバンクに対してラインを上げてやって、こういう状態で持ってくる。そういうイメージで一応俺はやってる。俺10メートルぐらいかな。ただ浅ければいいってもんじゃないし、深ければいいってもんじゃないし、要はシャローのそのフラットベントに対してバンクが入っているとか障害物があるとか、そういうところを選んでやった方がいいと思う。うん。もう MT うんのがね、手っ取り早いっていうか早い勝負が。ここはさ、フィーディングレインがさ、結局浅いところのフラットベントだからさ、そこにずっと魚がいるわけじゃなくて、沖から入ってきて食おうとしてるじゃん。魚がベイトがいた。でそれでスイッチが入るじゃん。だからタイミングもあるし、魚が入ってきてパタパタパタって釣れることもあるし、全然ね、やっぱここに見渡しても釣れてる人いないし、かけてる人もいない、こういう状況にもかなりなりうる。うん。ただこんだけルアー投げてるんだから絶対魚はルアー追ってるわけ。ただそれをどこで食わせるか。うん。闇雲にずっと同じ動きねやってもダメだし、もう多々あると思うよ。うん、多々あると思う。入ってくる。うん。入ってくるときは本当ひっきりなしに入ってくるから、30分おきぐらいに入ってくるし、入ってこないときはこうやって3時間4時間入ってこないで何匹かパッと入ってきて終了しちゃう、可能性もある。あとはだからこの夕方パワーにかける。日が陰ってくると光量が失ってくるじゃん、そこの方は。だから騙しやすくなるんだよね。俺の今までの経験だと、例えば4、50センチはだいたい10匹ぐらいで群れてると思う。で60センチぐらいになると3、4匹5匹ぐらいかな。で70アップになると大抵つがいになる。でこの間の時はもう全然4、5時間当たりなくって、で食ったんがその88だったの。そのセットで一発目でグーンってなんか持ってくようなあたり、バンクに入った瞬間にグーってなんか抑え込むっていうか持ってくようなあたりがあって、当たったと思って、でそこからちょっと続けてたんだけど当たらなくって、でバンク多分中間ぐらいまで3、4回ねじった後に今度ゴンってきたの。でうわこれでもダメなんかって、でゴンってきた瞬間に巻くのを止めてちょっと聞くのね。グングングンじゃないけど、で何もなかったんでまたそこはチャッチャッチャッつってバンクを多分抜けた瞬間、ラインがさっきやったように張ってるのがグググプワンって
プワンってなった瞬間に今度ラインがビューンって走ったのでポンってきたら食ってた。そうだから口の中にさ針が残らないじゃん。で口の中に針を残してやるにはやっぱりちょっと待ってやる。重みを感じてから合わせるんでも全然遅くない。 MT もやっぱりさ、そのコンって当たった時に合わせないでその後にくるくるくるって巻いて魚の上に向かしてスイッチが入ってるからさ、でスライドした瞬間に同じ方向にバーンっていくとドーンってくるじゃん。だから前あたりがあった時にそれで合わせてフッキングミスするんだったら次に当たりがなくなっちゃっても確実に取れる方のがここの釣りって多分正解だと思う。14g にしようかな。ちょっと風が収まってきたからちょっと一旦 14g にしてみよう。時間6時でございます。